皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースをご紹介していきます。まず最初に取り上げるのは、なんといっても、15日開催される米ロ首脳会談に向けての動き。首脳会談が決定しているのは、トランプ大統領とプーチン大統領のこの1対1ですが、この場にゼレンスキー大統領を加えることに関して、トランプ大統領も検討すると言い始めています。ただし、副大統領のバン氏は、今回の交渉においては、ロシア、ウクライナどちらにとっても受け入れがたい面があり、両国はそれを受け入れるべきだと話をしています。バン氏は根っからの反ウクライナ派ですから、彼の言う話についてはちょっと注意が必要です。ロシアにとって受け入れがたい部分も含んでいるとは言いますが、実際的にはウクライナに対してより強い妥協を求めることでしょう。実際バンス副大統領は、ウクライナに対する軍事支援をアメリカはしないし、今後についてもするつもりはないという話を合わせて行っています。そして首脳会談が行われる場所はアラスカなわけですが、アラスカはアメリカ領です。ところが、トランプ大統領自身がアラスカの帰属についてちょっと怪しい発言をしています。今回はその話から取り上げていきましょう。トランプ、アメリカをロシアと勘違い？プーチンとの会談場所に SNS で突っ込み相次ぐ。トランプ大統領は、プーチン大統領と会談し、ウクライナ侵攻終結を協議する予定だ。しかしトランプ氏は11日に開かれた記者会見で、ご存知の通り、私はプーチン大統領に会いに行く。金曜日にロシアに行きますと述べた。開催地、首脳会談が行われるアラスカは、かつてロシアの領土だったが、1867年にアメリカが購入しており、現在はアメリカ領だ。トランプ氏の発言に対し、SNS には、アラスカは1867年からロシアの一部ではありません。アメリカの大統領は、アラスカはロシアだと思っているようだ。ロシアに返還するつもり？バイデンが同じ発言をしたら、メディアやトランプは放っておかないだろう、などのコメントが投稿されている。バイデン大統領と同じくトランプ大統領もまた高齢者であり、残念ながらこうしたボケてるかなと思わせるような発言は昔からあるもので、今回が別に新しい話ではありません。ただ、こうした不用意な発言といったものは、ロシア側にちょっと付け入る隙を与えるかもしれません。というのも、ロシア側では国として正式には表明してはいませんが、アラスカはロシア領だと主張する動きというものは、以前からずっと継続的に行われています。こうした他国領を自国領だと言いふらす行為については、ロシアでは以前からずっと継続的に行われています。例えば、北海道はロシア領であり、それを日本が不当に占領しているというような宣伝なども同様にして行われており、極東地域においてはそうしたことを公言するような地方議員などもいます。アラスカについても同様な話で、1867年にアメリカが購入したという話にはなっているわけですが、逆に言えばそれまではロシア領であったことから確実に私たちの土地が奪われたというような偽のストーリーがロシア国内で宣伝されているのです。今回の停戦協議に直接関係はしないものの、そのような何かこの先事態の大きな変動があれば、そこに付け入る隙を見つけて現状変更を迫る、そうした下地作りといったものがロシアが継続的に行っていることは忘れてはいけないでしょう。続いては日本の安全保障。戦場の現実を見ることによって、日本の防衛体制もその都度変更していかなければなりません。政府、防衛用無人機を大量配備へ、2026年度予算に1000億円超。政府は防衛用無人機の大量配備に向け、2026年度予算の概算要求に1000億円超の調達費を計上する方向で調整に入った。ロシアとの戦闘でウクライナが使用したトルコ製の低価格無人機の取得も視野に入れる。将来的には国内で無人機を製造する体制構築を目指すが、無人機を活用した攻撃、偵察能力を向上させるため、陸海空、3自衛隊への早期配備を重視する。ドローンなどの無人機をめぐっては、今年4月、防衛省内に将来の戦い方を検討するチームが発足した。政府高官は、大方針は質より量だ。まずは数で優勢を確保する戦略になると指摘。海外から比較的安価な無人機を購入する方針だ。22年策定の防衛力整備計画では、人的損耗を極限しつつ任務を遂行するための手段として無人機の有効性を強調。2025年度予算では、洋上監視能力強化に向けたアメリカの大型無人航空機 MQ-9B の取得費に
415億円を確保。小型の攻撃用無人航空機には32億円を充てるなどした。ウクライナの戦場に即した自衛隊の改変をしていかなければならないというのは当然のことです。そのため、大中小陸海空それぞれのドローン兵器を導入していくことは重要です。そのため予算がつけられるのはこれまでの自衛隊に比べればはるかに改良されている部分です。ただし、この記事の中ではトルコ製のものを導入することも視野に入れているとしていますが、この部分についてはちょっと疑問です。なぜならば、トルコ製の低価格ドローン機については、決してウクライナの戦場で高い評価を受けているわけではありません。例えば、トルコ製のドローンとして有名なのは、バイラクタル社の高価で大型のドローンが有名です。バイラクタル TB2 は、2022年以前であれば有力な大型ドローン機として非常に有名でした。ただしそれはロシアのような対空ミサイルを有するような軍隊向けではなく、武装勢力などの対空兵器を持たない勢力に対しては非常に有効な兵器として評価されていました。日本の場合だとどこかの武装勢力レベルとの戦いといったものはあまり想定する必要はありません。むしろ国家という後ろ盾を得た大規模軍隊との戦いといったものを想定しなければなりません。ですからトルコ製の低価格ドローンというものはちょっと選択肢としては不適切でしょう。トルコ製のものを買うのであればバイラクタル社の最新鋭の大型で高価なドローンの方が私は選択肢としてはまだ良いと思います。バイラクタル社は自律飛行するタイプの大型ドローンやもしくはステルス性の高い航空機ドローンといったものの開発に取り組んでおり、日本にとっても勉強になる部分は非常に多くあると思います。むしろ小型ドローンでしかも大量なものというものを考えた場合において日本が手を組むべきはウクライナです。ウクライナでは陸海空すべての分野において大型、中型、小型開発を実施し、戦場に随時投入、ロシア軍との実戦を経た上でのさらなる改良が進められています。共同開発して日本で製造するといったことを考えたときに、この戦場で得た教訓といったものは非常に重要な情報となります。例えば戦争初期においては無線通信を使ってのドローンの操縦といったものが一般的だったわけですが、現在では対抗技術である電波妨害なども発達することによって無線通信操作といったものが妨害される局面は多くなっています。だからこそ発達したのが光ファイバーで直接的に有線接続したタイプの操縦方法です。おそらくはこの次の段階として、じゃあそのような無線妨害をできないタイプに対してどう対抗するかがウクライナの課題なわけで、技術の開発とその対抗技術の開発は連続的に行われるものですから、戦争をしている当事国と共同開発をするのが最も効果が高いのです。続いてはウクライナの戦況報告より AFP 通信、ロシア軍ドネツク州で急進撃、重要地域に迫る。ウクライナ軍と軍事専門家は、ロシア軍が前線の一部で急速に前進したと指摘した。範囲は狭いが戦略上重要な区域だという。ロシア軍は2022年の侵攻以来、ここ数ヶ月は前線全体で高い代償を払いながらも小刻みな進展を続けており、ウクライナの4地域を併合したと主張しつつ、その制圧をめぐる戦闘を続けている。ウクライナ軍は12日の声明で、ドネツク州プチェリフヤール村周辺で戦闘があったとし、ロシア側の前進を認めた。軍と密接な関係を持つウクライナのブログ、ディープステートは、2日ほどでロシア軍が約10キロ進軍したことを示した。ロシア軍が確保した狭い地域は、工業の町ドブロピリアを脅かしている。この町では民間人が避難しており、ロシア軍のドローン攻撃も受けている。またこの進軍は、ドネツク州でウクライナがまだ死守している大都市の一つで、すでに甚大な被害を受けたコンスタンチノフカも脅かしている。人気軍事ブロガーのステルネンコ氏は、ロシア軍が進軍の過程で、ドネツクの重要な人口集中地を結ぶ高速道路の一部を掌握したとテレグラムに書き込んだ。同氏はこれに先立ち、状況は危機的だとも述べていた。一方、アメリカに拠点を置くシンクタンク戦争研究所は、ロシアの破壊工作、偵察部隊がドブロピリア近郊に侵入しているとの報告があるとし、この地域でのロシアの進展を作戦レベルの突破と呼ぶのは時期尚早だと指摘。攻撃を阻止するためには今後数日が重要になると警告した。それでは戦争研究所の発表している戦況マップを見ていきましょう。赤く塗られている地域がロシア軍が占領しているウクライナ領です。問題となっているのは東部戦線。画面中央の凹んでいる部分が現在大きな戦いが進んでいるポクロフシク。
そのポクロウシクの北東方向にロシア軍の進出が進んだものとみられています。今回の戦況報告には一つの特徴があります。いわゆるロシア側のプロパガンダの前線の状況については捉えきれておらず、むしろウクライナ側の現地戦況を伝えるアカウントなどがロシア軍の突破を報告しています。今回の前線突破は数日で10から15キロ程度は侵入を果たしたと考えられています。その先端部分においては周辺の物資輸送に大きな役割を果たしている高速道路なども戦闘範囲に含まれてしまったと見られています。さらにこの地域の戦況について言っても、ポクロウシクのその周辺の陣地がどんどんと削り取られることによってさらに状況は悪化しています。背後が脅かされるようになると戦闘そのものによる敗北ではなく、包囲される危険性があるため撤退を余儀なくされるからです。さらに、ポクロウシクだけではなく、その東の地域においても、同様にして背後を脅かされる地域が発生することから、この地域全体で大きくウクライナ軍が後退を迫られる危険性が高まりました。今回の現地からの報告をもとにしたシンクタンクなどの分析によれば、ロシア軍が前線を突破し、一部地域において危機的な状況に陥ったと報告しています。一方において、ロシア側のプロパガンダは十分にこの状況を捉えきれておらず、ちょっと沈黙状態で、逆にウクライナ側のプロパガンダメディアは、連戦連勝で、もはやウクライナ軍はロシア軍に対して優勢を確保しつつあると、状況の変化を報告しており、実態との乖離が凄まじいことになっています。さて、今回のロシア軍による突破は大きな問題点を提示しています。まず第一に、現地の司令官の認識と実際に戦っている兵士たちの認識にズレが大きくなっており、それが今回の突破を許してしまったと、ウクライナ側の軍事ブロガーらは分析しています。特に今回大きな問題となったのは、前線に張り付いている歩兵の数で、さらにはそれらを支援する予備戦力の不足です。どこかの地域がロシア軍によって突破されたとしても、そこを速やかに予備戦力を投入して抑え込むことによって、前線はある程度の秩序が維持されます。しかし、今回のロシア軍の突破においては、十分に防御がなされていない地域をロシア側が発見し、防御側の陣地を迂回しつつ侵入、その上で防衛部隊の進出していない真空地帯をロシア軍が大きく前進を果たしたというように評価されています。ですから、まだまだロシア軍によるこの進出に対して根元を縛ることができれば、進出部隊を撃滅することは可能です。問題なのはウクライナ側にそれだけの予備戦力があるかどうかです。ロシア側としてはこの進出した部隊が孤立して全滅したとしても、さして気にはしないでしょう。しかし問題なのは、十分に防御陣地のない地域にロシア兵がたくさん現れることによってかき乱されることは避けられませんし、さらには根元を縛ることができなければ後続の歩兵部隊がどんどんと内側へと入り込んでいってしまいます。そのため戦争研究所はここ数日の動きを注視しなければならないと警告を発しているわけです。なお、今回の一件をもって SNS 上においては、ウクライナはこれだけ押し込まれているのだから、さっさとロシア側の要求を受け入れて停戦せよといったようなことを迫る意見なども噴出しています。しかし、ロシア側のウクライナに対する要求というのは基本的には報復を望むような内容であり、受け入れられないからこそ抵抗の戦いが行われているのです。例えばこの動画の冒頭で出てきたような米ロ首脳会談においては、ロシア側の要求はクリミア半島プラス東部2州について完全にこれらをロシア領としてウクライナが承認せよというような内容で話し合われると言われています。しかし、この内容はあくまでも以前よりは少し譲歩した内容で、それよりも前にロシアが言っていたのは、東部、南部、クリミア半島、これらの地域について全てロシア領として正式承認せよというような内容でした。その上、ウクライナ軍は解散せよであるとか、NATO への加盟を決して目指さないことを誓えといったような内容を含むものであり、これを受け入れてしまえば、その後、ゆっくり戦力を整えたロシア軍による再侵攻には、さらに窮地に立つこととなります。このあたりの展開については、それこそ、豊臣家を滅ぼそうとする徳川家康のようにして、一旦戦争をやめよう、その代わりお前の国は丸裸にするぞみたいなような内容を含むものであり、決して受け入れがたいものなわけです。ウクライナ側が押し込まれた時というのは、このような、あたかもウクライナ側が
戦争の長期化を望んでおり、ロシア側があたかも平和の使者であるかのような発言をする人が出てくるので、惑わされないように気をつけなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、評価ボタンのクリックをお忘れなく。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、評価ボタンのクリックをお忘れなく。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。